本日のよしなしごと。やっちまったの時の慌てない対処法と予防策。皆様、いかがお過ごしですか？わし56歳、ご新造です。突然ですが、パソコンのデータを間違えて消しちゃったことありますか？先週動画をお休みしちゃったのは、こんなスケールの大きいミスをしちゃったからなのです。いや、焦るやら悲しいやら。そんな時はまず落ち着きましょう。ステップ1、作業を止める。新しいデータを書き込むと、消えたファイルが上書きされて復元できなくなることがあります。ステップ2、ゴミ箱をチェック。普通に削除しただけならここに残っているはず。元の場所に戻すだけで終わるのでハッピーです。これがゴミ箱を空にしちゃった。完全に削除やシフトとデリートキーで消してしまった場合、復元の沼へ突入します。復元その1、復元ソフトを使う。私はリキューバというフリーソフトを使いました。復元はできたんですけど、サポートされていない形式とか、破損している可能性がありますとか言われて、全く使えない。別のソフト、動画なら VLC とか、画像なら GIMP などで開けると見れる場合があるそうですが、私はダメでした。有料ソフトだと完全に復元できるようですが、1ヶ月使用でも9000円台とそれなりのお値段。それでも容量の大きい動画だと復元できないことも。でも業者に頼るよりは安く取り戻せる可能性がありますよね。復元ソフトを使うときの注意点は、1、失ったデータがあるドライブには復元ソフトをインストールしない。2、復元後のデータは別のドライブに保存する。ということは、パソコン本体にあったデータを取り戻すときは、外付けのハードディスクとか必要になってきますよね。復元その2、専門業者に依頼する。もちろんソフトを購入するよりコストはかかってしまいますが、安心感も高め。自分でやるのは不安という時は余計なことをせず、すぐに電源を落として少しでも復元の可能性を下げないように持っていくのがベスト。業者に依頼する時の注意点は、1、信頼できる業者を選びましょう。初期診断無料や成功報酬制の業者を選ぶと安心です。何万円も払って無理でしたは泣けちゃいます。2、伝えるべき情報を整理しておく。論理障害、削除やフォーマット化、物理障害、故障や破損化、デバイスの種類、ハードディスク、SSD、USB、SD カードなど、消失したデータの種類、動画、写真、文書など、いつ何をしてデータが消えたのか。3、依頼後の対応。診断結果と見積もり額をチェックして、高額すぎる場合は他社との比較も。復旧データの受け取り方法、USB やクラウド納品なども確認しておきましょう。精神的にもお財布的にもダメージが大きいので、データ消失を防ぐ行動をとりましょう。対策1、バックアップを取る。クラウドや外付けのハードディスクなどを利用して、普段からバックアップを取るのが一番の予防策。
クラウドの無料容量には限りがあるので、2つをうまく使い分けるといいですよね。対策2、別フォルダにコピーを作る。作業中のデータや何度も使用するデータは、オリジナルのコピーを別フォルダに保存しておくのも一つの方法です。そうすれば、削除や上書きのミスがあっても、直前までのデータは残っていますから、ゼロスタートにならずに済みます。対策3、ゴミ箱を空にする前にもう一度確認。この習慣だけでもデータ消失の予防につながりますよね。万が一に備えて対処法と予防策、心の隅に置いてもらえたら嬉しいです。私は趣味の範囲なので諦めて作り直すことにしましたが、お仕事や大切な記念のデータはそうもいかないですよね。なんでこんなミスをすることになってしまったのかと申しますと、不要なデータを消すときになぜか消す予定のないフォルダにまでチェックが入っていたみたいなんです。しかもそんな時に限ってめんどくさーって思って普通の削除じゃなくて完全に削除の方を選んじゃったんですよね。たった2つのデータを消すのに時間がかかりすぎじゃないと思った時には後の祭り。大事なフォルダがないとなってしまいました。皆さんにはこんな思いしてほしくないですね。それではまたごきげんよう。いくつになっても楽しいを探していきたい。楽しいを探しているのもまた楽しい。あなたの楽しいを共有させてくれませんか？ぜひチャンネル登録してコメントでお聞かせくださいね。